はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは相手の気持ちを知りたい、そういう方向けの恋愛系タロット占いチャンネルとなっております。はい。ね、8月に入ってね、更新頻度を上げさせていただいたんですけども、ご覧になっていただいている皆さん、どういったものを、占ってほしいとか、どういった状況、例えば片思いなのか、彼とうまくいってないのか、複雑な恋愛をしているのか、様々な状況があるかと思うんですが、皆様がどのような状況なのかっていうのを詳しく知っていきたいなと思うので、ぜひコメント欄の方に、今のあなたの恋愛における状況であったりとかを書いていただければと思います。コメントに関してはできる限り、返信をさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは今回のテーマなんですけど、あの人は好きですかというテーマでやっていきたいと思います。赤、青のうち直感でお選びください。開始時刻は概要欄にありますので、そちらの方をご確認ください。はい、赤か青かどちらか選べましたら、そちらもコメント欄の方に記載お願いいたします。はい、赤を選んだ方のあの人は私のこと好きですかというテーマでやっていきたいと思います。まず最初に、あなたとあの人が今後どのようになっていくのか、結果結論からお話していきたいと思います。じゃんということで、ほうほうほう、好きかどうかっていうところで言うと、よくわかんないなあっていう印象があります。ザ・フールというのはあなたに対する行動に対する一貫性がなかったりとか、読めない、気持ち、いろんなことを、あなたに対していろんなことはしてくれるけど、じゃあ実際本音として好きなのかどうかっていうのを客観的に見てもわからないし、あの人自身もまだ整理できていない、思いがあるのかなというふうに思います。あの人自身が整理できてないけども、こちらの左側のカード、黄金のカードですね。あなたに対しての誠実な思いだったりとか、あなたに対してはしっかりしてあげなきゃいけないとか、そういう、真面目な思いはあるので、人としての関係としてとても一緒にいたいとか、一緒に進んでいきたいとか、そういった前向きな思いはあるのかなっていうふうに思います。現時点、近い将来の地点で見た時に、あなたという存在をまだ明確に好きかどうかというものを決めかねている、そんな状況なのかな。おそらくこの動画をご覧になっていただいている方もそういったまだ曖昧な、状況のだと思うんですが、まだそれが解消されるのには時間がかかるのかなというふうな印象ですが、少なくともあなたに対する大事にする思いっていうのは明確に存在しているので、そこはあまり心配されなくてもいいのかなという思いです。はい、そんな感じで、あなたに対する思いっていうのはしっかりあるので、あまり不安になる必要はないのかなと思います。それではあの人の現在の心境、状況を見ていって、解説していきたいと思います。じゃん、ジャスティスと、上皇教皇のカードが出てます。やはりあなたに対してかなり誠実な思いが強いですよね。現状でも未来でもこちらのカードってね、パッと見似てますよね。これはもう非常に構えるような形であなたをどっしり迎える、そして嘘偽りない、裏切りのない気持ちであなたを考えていると、好きという気持ち、好きというかもう大切にしたいという
思いの方が強いのかなと思います。なんですが、あなたに対してどこか天の弱じゃないけども、少し冷たくしてしまったりとか、その好意を示す行動をしてくれなかったりとか、なんかそういったところが強いのかなと思います。今のあの人の現状としては、すごく大切な存在ではあるけども、それを行動に示してくれない、そんなあの人の状況が見えています。表面的な心理、キングオブソード。なんかこう自分自身の中でけじめをもうつけていきたい、そういった思いがあるのかなと思います。何かあの人が抱えるあなたに対して、わだかまりというか、こう何か清算しなきゃいけないもの、過去があるのかなと思います。それをしっかり、清算してからあなたに向き合いたいという意志が強い。かなり大きな意志を持っているので、近々それは解決されるのかなと思います。だからその点でもしかしてあなたが今悩んでいるのであれば、時間が間もなくあの人が解決してくれることなのかなと思います。表面的な心理、深層心理ですね。深層心理で言うと、あなたとの関係で、言うと、やっぱり長い関係性か、もしくはマンネリ化を感じてしまっているのかなと思います。あなたとの中でとても、出会ってから長かったりとか、お付き合いされて長かったりとか、片思いをされて長かったりとか、その始まってからまだ結構時間が経っている、しかもその状況が大きく変わらないため、いつになったら変化が訪れるのか、非常にこうもどかしい気持ちがあの人の中で、強くなっていっています。その変化というものを見てみますと、過去ね、今のあの人からはわからないようなんですが、おそらく今のあの人とは非常に対照的で、すごく遊びの慣れた人、遊びをしたいとか、非常に不真面目だったりとか、異性に対してだらしなかったりとか、なんかそういった方だったのかなと思います。これあなたももしかしたら知らない側面なのかもしれないんですが、そういった結構だらしない、面から徐々に立ち直ろうとしている、そういった、ものが見えてきます。これが先ほど言った表面的な心理で言った過去のけじめを清算していこうという思いですね。これを過去遊びすぎたことに対して、直していこうという思いがあるのかなというふうに思います。はい、ここまででまとめますと、あなたに対して非常に真面目な思いがあるんですが、それはあなたに明確に伝えようとしたりとか、なかなかできていない、そんな、状況なのかなと思います。そして、あなたに、けじめをつけたい、清算をしていきたい過去というもの、これは異性関係のだらしなさだったりとかだと思います。あなたとの関係はとても長く、少しマンネリ、変化がないことに対して少し、飽きている一面もあるのかなと思います。こう見るとあの人はかなり徐々にね、恋愛のことではすごく成長しているというか、良くなっていっているんですが、なかなかあなたに向き合えないことによってなかなかあなたとの関係を進められない、そういう一面もあるのかなと思います。はい。で、近未来見ていきます。はい。あの人、今までは、あの人の中でプライドというか、こう自分の中で自分のこう心をあなたにさらけ出したりとか、いうことっていうのはとても苦手
だし、あなた自身もそれを聞いたことがなかったりとかすると思いますしたかと思います。ですが、これからはそれを、しっかり出していこうという意識が強まっていきます。でも意識だけなので必ずしも行動が伴うわけではないです。ですので積極的にあなたの方から自己開示をしてみてはいかがでしょうか。あの人自身もあなたのその自己開示につられて、心を開いてくれるんじゃないかな、そういったメッセージとしても捉えることができるのかなと思います。あの人の状況とあなたの状況。はい。あの人の状況としては、あなたという存在に対してかなり、決め手になるようなことが少し欠けていると。どこかこう、おおむねあなたに対して受け入れるとか、例えば数字で言うと、80% くらいあなたに対してすごくもう好意的ですし、これからも受け入れていこうというんですが、最後の1ピース何かちょっと足りなかったりとか、それが整理されてなかったりとか、しているため、それを、うまくいったらあなたとの今後をしっかり考えていこうというふうなお気持ちなのかなと思います。それはどっちかっていうと、あの人自身の中で解決するべき問題なのかな。あの人自身があなたのことを受け入れ、自ら心をさらけ出す、そういったことが大切なのかなと思います。ですので、あなたが何できるかというと、これザ・ムーンっていうんですよね。月が明けるまで待っていてくださいと。明けるまで待ってれば必ず、あの人が心開き、あなたに対して前を向いてくれるタイミングが来るのかなと思います。明けない夜はないというふうな言葉通り、あなたに対して、明るいあの人っていうものが待ってくるのかなと思います。はい、冒頭でも話しましたが、結論。はい。いいカードなんですが、まだ、天の弱な部分、これを改善するということが、あの人のあなたとの関係の中の最後のピース。自分の心を開き、しっかり伝える。あなたに対しては誠実な思いがあるので、今後の可能性に関しては非常に、満ち溢れているものなのかなと思います。はい。赤を選んだ方、いい感じではあるかと思います。あなたとの関係で、悩んでいることだとしたら、まず自分のことをあなたに伝えるのが苦手っていうところ、これを、無理にね、あなたの方から追求するんではなく、寄り添う。あなたの方から自己開示していけば、もっともっと関係性は良くなるのかな。そしてあなたのことをもっと好意を抱くのかなと思います。はい。それでは、アドバイスいきたいと思います。じゃん。心のバランスを整えることがより近道だよと。なんか変に焦る必要はないですと。あの人の心が乱れないように、よりなんか安定的な関係性、変に追求するのではなく、落ち着いた関係を求めていくということがお二人にとって大切なのかなと思います。はい。いかがでしたでしょうか。赤の選んでいただいた方の、シチュエーションは様々あるかと思うんですが、あなたに対して、思いはあるかと思いますので、ぜひね、自信を失わずに、向き合っていただければなと思います。以上で赤のあの人はあなたのこと好きですかというリーディングを終わりにします。参考になった方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。特に今の状況をコメントしていただければ、できる限り、
返信させていただきます。はい、それでは青を選んだ方のあの人は私のこと好きですかのリーディングを始めたいと思います。まず最初にあの人とあなたが今後どのようになっていくのか結論からお話していきたいと思います。いいですね。これいいですよ。太陽に向かっていくナイト、ね、ギラギラですよね。こうギラギラ光っている太陽ね、イメージしてみてください。あなたがあの人に太陽のように照らされて、とてもこう前向きな気持ちにしてもらえる、引っ張ってもらえるような、そういった存在なのかなと思います。あなたにとってあの人っていうのはナイト、太陽の真下を走るような、こうぐいぐい前進するときに頑張ってくれるような存在、なんかすごい抽象的になってしまったんですが、あなたのことをとても前向きに引っ張ってくれる存在なのかなと思います。行動においてもポジティブなことも多いですし、あなたに対して前向きなメッセージを伝えてくれる、そういう方。もちろん今回のテーマの好きですかというところに関して言うと、好きですね。これは好きだし、あなたに、今後、前向きに引っ張ってくれる、そういったものが見えてくるのかなと思います。はい。ですね、結果お話したんですけど、あの人の現状の状況と心境などをお話していきたいと思います。じゃん。逆位置ですね。今ね、あなたにとってあの人という存在が、なんかこう不安というか、こう自信のない存在。これはあの人もそうなんですが、なんかこう不安定な存在なのかなって思います。なんだろうな、恋人でもないし、恋人なんだけど恋人でもなかったりとか、片思いだったりとか、なんかこうバチッと決まるような、なんかそういった関係性でないという、ちょっとなんか不安を持っているのかなと思います。それによってあの人は、なんかこう毎日のこのリズムを狂うような、なんか今までとは違ったこう不安を感じさせる、そんな状況なのかなと思います。今、何をやってもあまりうまくいかない、成果の出づらい状況になっているのかな、そんなカードが出ているかと思います。で、そのカード自体はとてもね、こう着実に何かを進めていくという意味のカードが出ているので、あなたに対してこう本来はもう結構誠実に、接したいんですけども、何かこうお二人の中での歯車が合わないというところが、原因となっているのかな。それは何なんでしょうね。ちょっとそれをね、他の方で見ていきたいと思います。はい。あの人の表面的な心理、ジャッジメント。ジャッジメントですよ。ね。何かあなたに対して、大きな判断であったりとか、決断を考えている。これ結構大きな考えですね。これね、表面的な心理で、これカードが出ているということは、常にその考えがつきまとっている。これがあの人が今不安になってしまう要因です。あなたとの関係で大きな決断、これはあなた自身ももしかしたら気づいているかもしれないことですし、もしくは気づいていないことであの人自身だけが、考えていることかもしれませんが、少なくともあの人にとっては大きなものであるので、これが解決しない限りあなたとの関係というのはなかなかこう前向きに進みづらいのかな、そういうふうに見えます。はい。深層心理、エースオブカップ。これね、深層心理これ出てきましてね、いいっすよ。いいですね。これ
もう見てください。カップですよ。カップから水が溢れんばかりに出てますよね。で、鳥がこう何かをカップに入れる様子。これはあなたに対する思いというものが溢れるように強く考えている様子ですよね。あなたのことをとても大事にしたい強い思いがあるんですが、何かこう少し方向性を変えたりとか、考え方を少し変えなきゃいけない、面もあるのかなと思います。好きだからといってうまくいくわけではない、そういったことによりあの人はなかなか決断できない。何なんですかね。こう知ってました？あの人はあなたのことをもう溢れんばかり好きですということ気づいてましたか？これね、深層心理なので、あの人自身も実は気づけてない部分かもしれないです。もしかしたらあの人も気づいていて、あなたも気づいていることかもしれませんが、気づきづらい部分なので、そこの深い部分であなたのことを好きと思ってくれて、とてもいいカードなのかなと思います。はい、過去を見ますと、エンペラ。どっちかっていうと、こう、どしっと構えるというか、あなたのことを、少し一歩引いたりして見守ってくれる、かなり、器の大きい方なのかな。お二人の関係って、前に進めますよね、これ多分。これ非常にね、このカードの流れ見ると、もったいない。もうね、あなたのことを非常に好きだし、これからのこともしっかり決断してくれる方というものが見えてるのかなと思います。はい。ここまででまとめますと、あなたとあの人の関係の中でとても前向きに考えてくれている、あの人がいるんですが、あなたのことを非常に好きという思いがあり、あなたのことをしっかり見守ってくれているような、とてもこう大人の器の大きい方、そして何か気持ちが常に不安定な理由として大きな決断をしなければいけない。これはあなたも気づいていないかもしれませんが、あの人自身が常に考えているというふうな思いが出てます。はい。近未来の状況ですね。はい。これね、ソードのカードが出てますよね。ソードの4。今は、あなたとあの人の関係って、どちらかというと、停滞というか、一時休止というか、落ち着いちゃってる状況なんですが、これから徐々にそれが動き出すよということですよね。それは先ほど言った大きな決断に向けて、あの人自身が準備を始める。着実に進めてくれる。むしろなんかこう近いうちに何かきっかけがあり、あなたのことを急速に、恋しくなり、急速に近寄ってくる、そんな状況が見えてくるのかなと思います。はい。あの人の状況、あなたの状況、ザ・タワー出ましたね。これね、タワーが出てるんで、何かしらのこうトラブルではないですけども、あの人自身にとって、極限な状態にまで、追い込まれる、その極限な状態で、選択を迫られるというところなのかなというふうに思います。これは極限な状態っていうのは、さっきお伝えした決断のところ、決断を今までずっと引っ張ってきて、もう間もなくしなければいけない。その時にあの人の、気持ちとしてはとてもこう極限というか、いろいろ、考え尽くして、非常にいっぱいいっぱいな
お気持ちになっているのかなと思います。まあでもね、あの人の心境の中でそういったこう大きな上下動されるだけなので、あなた自身の気持ちの変化としてあまり大きく変わらない。むしろあなたはあなたらしくいるということの方が大切。あなたはあの人のそういったこう大きなこう心境の上下動に対して揺さぶられたりとか、一緒になってこう揺れ動いてしまったりすると、お二人の関係というのはあまり成就しづらいというところ。むしろあなた自身が平常心を保って、もらえれば二人の関係もっともっと良くなるのかな、そういうふうに思います。はい。で、最後冒頭にあった結果結論で、もう太陽のようにぐいぐい引っ張ってくれる、あの人のカードが出てます。先ほど極限な状態の決断が迫られるって言ったんですが、もうその状態をね、もう通り抜けてしまえば、もうあとはもうね、イケイケというか、お二人の関係を、しっかり、考えてくれるような、そういったもの、あなたに一直線のようなお気持ちになっていくのかなと思います。はい。青を選んだ方のあの人は私を好きですかのリーディングなんですが、好きですね、これ。好きですし、なんかこう、乗り越えなきゃいけないものもあるんですが、それも近いうちに乗り越えられるかなと思います。大切なのは、あなたがその時に平常心を保つこと、これがお二人にとって、恋愛が成就するポイントなのかなと思います。はい。それでは、アドバイス聞かせていただきます。ちゃんと。ジャスティス。あなたとの、あの人の関係の中で、一番大切なのは、裏切らないことなのかなと思います。なんかこう、結局、離れたりとか、不安定な時期というのはあるんですが、裏切らない気持ちさえ持ってもらえれば、お二人の関係というのは途切れることなく進んでいくのかな、そんな風に思います。はい。ね、青を選んだ方ね、非常にこうあの人のエネルギッシュさが感じる、そんなリーディングでした。ぜひね、平常心を持ち、しっかりあの人を信じてあげてみてはいかがでしょうか。以上で青を選んだ方のあの人は私のこと好きですかのリーディングを終わりにします。参考になった方はチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。コメント欄の方に、あなたの今の状況などを書いていただければできる限り返信させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。